クイズ番組に出ていると想像してください。商品としてダイヤかペットボトルの水の好きな方がもらえます。選ぶのは簡単ですね。ダイヤの方が明らかに価値があります。しかし、クイズ番組の中ではなく、何日も砂漠をさまよい脱水状態だったらどうでしょう。選択を変えますか？なぜですか？ダイヤの方が価値があることに変わりはないのでは。これは価値のパラドックスと呼ばれていて、経済学の先駆者アダム・スミスの有名な概念です。これは価値を決めることが思うほど簡単でないことを示します。クイズ番組の時はそれぞれのものの交換価値を考慮しました。後でそれから何が得られるかということです。しかし砂漠の話のような非常時にはその使用価値がもっと意味を持ちます。現在どれだけ役に立つかということです。しかし一方しか手に入らないので機械費用も考える必要があります。他方を諦めることで失うものは何かということです。何にせよ砂漠から生きて帰れないとしたらダイヤを売っていくら儲かろうが関係ありません。現代の経済学者の多くは価値のパラドックスを扱うためにこういったことを効用という概念にまとめています。それが欲求や必要をどれだけ満たすかということです。効用は生活に欠かせない食料から好きな音楽を聴く喜びにまで適用でき、その程度は個人や状況により変化します。市場経済は効用を測る簡単な方法を提供します。端的に言えば、効用というのはそのためにどれだけのお金を払いたいかということです。再び砂漠の例です。今度は5分ごとにダイヤかペットボトルの水がもらえるとします。大抵の人はまず砂漠を抜けるのに必要な分の水を手に入れ、その後持てるだけのダイヤを選ぶでしょう。これは限界効用と呼ばれるもののためです。ダイヤか水のどちらかを選ぶ際には、追加の水がもたらす価値と追加のダイヤがもたらす価値を比較するということで、これを選択のために行うのです。最初の1本の水はどれほどのダイヤよりも価値がありますが、やがて必要なだけの水が手に入り、その後は余分の水は荷物にしかなりません。そこからダイヤを選ぶようになります。これは水のように必需品に限りません。ほとんどのものは多く手に入るほど追加分がもたらす有用性や喜びは減っていきます。これを限界効用低減の法則と呼びます。好きな食べ物を2、3人前まで喜んで買うとしても、4人前になると吐き気を催し、100人前だと食べる前に腐らせてしまうでしょう。あるいは同じ映画を何度も見に行ったら飽きるかお金がなくなるかです。いずれにせよ映画チケットをもう1枚買うことの限界効用はやがてゼロになります。効用は物の購入に限らずあらゆる選択に適用できます。効用を最大化し収益低減を避ける直感的な方法は時間や資源の使い方を変化させることです。基本的な必要が満たされると理論上人は有用ないし楽しい範囲でそれぞれのものに投資をします。もちろん現実においてどれだけうまく効用を最大化できるかは別な話です。しかし最終的には価値の根源は私たち自身にあります。共に必要とするもの、楽しいと感じるもの、そして私たちが取る選択です。学びを続けたいですか？これらの動画を視聴してください。知ってると思っていたことの新しい見方や知らなかったことに出会えます。登録して好奇心を持ち続けましょう。